はい、おしょうさん、本日もよろしくお願いいたします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。今日のテーマがですね、はい、心が汚い人がよく使う言葉というテーマなんですけど、はい、このテーマは YouTube で結構話題になっていまして、で今回このテーマにさせてもらったんですけど、はい、よくあの人は心が汚いとか綺麗とかよく聞くんですけども、おしょうさんの視点で心が汚い人がよく使う言葉や特徴などはあったりしますでしょうか？はい。心がね、汚い人がそういう言葉を使うとか、もちろん人の悪口を言ったりとか、人をけなしたりとかね、批判したりとかっていう、そういった言葉を使っている人自体がやっぱり心が汚いっていうふうに、言われてますけども、心が汚いからそういう言葉を使うというよりも、言葉をやっぱマイナスの言葉を使っている人ほど心が濁ってくるっていうイメージがあるんじゃないかなと思います。例えばね、私よくお話しするときに江本勝さんっていう方の本を使ったりするんですけども、水からの伝言とかね、水は答えを知ってるっていう本があるんですけども、その本の内容っていうのはこう写真集みたいになってまして、水を凍らしてね、で氷になりますよね。そこから、その結晶が溶けていくときに雪のような結晶ができます。でその時に、いい音楽を聴かせてみたり、いろんな音楽ね聴かせてみたり、あといい言葉、悪い言葉、例えばありがとうとか感謝とか、そしてバカとかアホとかっていう言葉をね使ったりして、それに投げかけてみると。そうすると、いい言葉を使っている結晶っていうのはもっと綺麗な結晶体になったりとか、で悪い言葉を使ってみると今度は結晶体が崩れていったりとかっていう、そういったのをねちゃんとねこう写真に収めた本があるんですね。でそういったのを見ても分かるように、私たちの体ってやっぱ水分でほとんどができています。60%、70%。ということは、悪い言葉を使っている人っていうのはまず自分から聞いてるわけですよ。だから自分から聞いて自分に響いてるわけね。ということは、自分の中に悪いエネルギーが満たされていくわけ。ということは、体調が悪くなったりとか、心が乱れてくる、濁ってくる。そうするとどうなるかって言ったら、やっぱ体調も悪くなるし、精神状態も不安定になってしまうし、周りに集まってくる人までもやっぱマイナスのやっぱ心が濁った人たちが寄ってくるんじゃないかな。だからそういったことじゃなくて、今度は反対にね、いい言葉、特にありがとうとか、感謝とか、愛してますとか、大好きだよとか、そういった綺麗な言葉っていうのは皆さんもご存知だと思いますんで、やはりそういったいい言葉をね使っていただければ、そのエネルギーっていうのは綺麗な結晶になって、やっぱり自分がありがとうって放つ前に自分に響いているわけですから、そういった自分の中にあるエネルギーっていうものがいいエネルギーで満たされていけば、やっぱ輝いてくると、やっぱり体調も優れたり、今度は周りに集まってくる人たちもどんどん引き寄せられて、いい人たちが集まってきたりとかするんじゃないかなと思います。なので、悪い言葉を放っている人が心が汚いとかじゃなくて、やはり使う言葉を、やはり悪い言葉を使うと心が濁ってきたりとかするよっていうイメージでいいんじゃないかなと思います。自分の周りで最近愚痴が増えたりとか、悪いことを聞いたりするっていうことは、まず自分自身がそういう、ネガティブなことを無意識のうちに使ってたりっていうことですかね。そうですね。だから、悪い言葉の影響を受けてね、自分の意識もやっぱりそっちに振り回されたりとか、持ってかれてしまって同じようにね喋ってしまったりすることがあると思うんですけども、誰しもねやっぱ愚痴不平不満とか、悪口とかねっていうのは言ったことない人なんていないと思いますし、それやったら自分自身が気をつけてっていうように、気をつけるっていうことは注意しながらっていうこともありますけども、気っていうのは生命エネルギーそのものじゃないですか。で自然界のエネルギーでも気っていうわけですし、やはり気を増やしていくこと、今の自分じゃなくって自分よりもプラス1エネルギーを満たしていくっていうことは、今の自分よりも何かを学んだりとか何かに気づくっていうことは、気をつけるっていうことは気づくっていうことだと思いますんで、気をつけてっていうことは何かに気づくっていうことが大切だと思うんですよ。そうするとやっぱ気づいている人っていうのは成長している人ですし、成長している人って必ず気がつく人なんですよね。だから学ぶっていうことやし、学んでる人こそがやっぱりエネルギーが満たされていく、足し算していってるわけね。今日の自分よりも、ね、今日気がつけば明日はもっと自分が昨日の自分よりは成長してるわけやし、ね、では明後日になったらまた昨日の自分よりは成長してるわけやしっていうふうに、どんどんやっぱりプラス1の行動をとってみたりとか、学ぶっていうこと、勉強していくっていうこと
だから人生なんてやっぱり勉強の連続やと思うんですよね。学んでいくことによって解けなかった問題も解けていくわけだし、災難っていう言葉がありますけども、私の場合は最高に難しいって書いて災難って呼んでるんですね。なので最高に難しい問題っていうのは自分の中にない知識なんですよ。だからやっぱり自分が足りないからこそ愚痴不平不満が出てきたりとか、ね、自分が無知だからこそその怒りとかね、妬みとか、そういったそのマイナスに振り回されたりとかしてしまうわけね。でそうするとやっぱり悪口言ってしまったりとか、人を否定したり批判したりする。だからそいつが悪い、あの人が悪いっていうよりも、自分が足りないからそれが愚痴になって出てしまう。っていうことは愚痴や悪口を言ってしまうってことは、自分自身が本当は無知なんだよっていうことを気がつけばね、それこそ自分がそれをプラス1で知識や知恵が身につけばね、そんなことで愚痴不平不満言わなくてよくなるわけ。だからそれが自分が勉強していくこと、学ぶことによって気がつくことによって、悪口とか愚痴不平不満が減ってくればね、心が濁ることもなくなるわけね。だから自分が足りてないっていうことを悟ることこそがね、やっぱりその心、汚い言葉、汚い心とかっていう、その汚いっていう表現も悪いんですけども、そういったことを使わないような、自分自身に変わっていくんじゃないかな。そうすると周りに集まってくるご縁っていうのも、いいご縁とかいい知識とかいい知恵をいただけるようなそのつながりができてくる。そうするとそこにまた自己成長っていうのがやってくるわけですし、解けなかった問題がまた解けるようになっていくっていうね、そういったふうになっていくんじゃないかなと思います。はい、今回は心が汚い人がよく使う言葉というテーマだったんですけど、今後ともこのようなテーマでお話ししていければなと思っております。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。